ようございます。おはようございます。雑木の植え替えですね。もう3月入りましたんで、雑木の植え替えから先にやっていくんですけど、今棚番見てきて、これがそろそろ根がパンパンに張ってるんで、植え替えようかなと。で植え替えの目的が根の更新と正面の変更っていうのがあるので、正面を少しここら辺に変えてみて。やっていこうかなと。あ、でごめんなさい。これはイワシデです。イワシデ。言ってなかったですね。はい、これはイワシデになるんで、これをちょっとやっていきたいなと思いますんで。ちょっと時間あれですけど、針金がね、ちょっとこれ食い込み始めてるんで、ちょっとこれ外して、こっちはね、かけたばっかりの可能性があるんで。残して。残してですね。っていうか、今ちょっと調整したかったんで、ちょっと。食い込みかけてるんで、こっちだけ外しましょう。はい、ちょっと場合によってはちょっとこういうところも剪定したりとか、ちょっとしますので、はい、ということでやっていきたいと思います。短時間で。短時間。はい、やってください。まず短時間でできる植え替え、短時間でできる植え替え講座。植え替え講座ということで、ちょっと先にちょっと短時間関係ないんですけど、針金外しをちょっとやってみて、これでもかけたばっかりかな、最近。あんまり記憶にはない感じ。ないんだけど、なんかね、そこら辺に転がってる針金でかけたような感じがするんですよね。なんとなくやっといたみたいな。でも形がこれついてるから、外しちゃっていいと思います。ちょっとここがね、なんか太ってっていうか、食い込み気味に見えるんで。雑木はね、針金が食い込んだら傷がそうなんですよ。隠せなくなっちゃうから。そうなんですよね。だからこまめに見てですね。早いですね。外すのも早いですね。小白に比べると。で、小白は太っても肌がきて分かんなくなっちゃうんで。食い込んでもってことですね。食い込んでもですね。そう。イワシデはどんな木なんでしょうか。イワシデはですね、まず丈夫ですね。丈夫。丈夫の例でよく楓を言うんですけど、イワシデも非常に丈夫です。丈夫。はい。で、イワシデは古くなってくるとこういう縦割れのこういう白い肌にこういう縦割れのちょっと寝かしてもらっていいですか。そうね。このぐらいこういう肌にいわゆる斑っていうんですかね、この縦の筋が出ます。で、中にはこういうのとは違う。いきますか？2種類なんですよ、実は肌が。はい。ちょっとまた短時間でって言いながらもう時間食っちゃいますけど、これ立派なイワシデなんですけど、これはね、こういうゴツゴツできるタイプのイワシデ。何症っていうんですかね。いや、なんです、どっちかっていうとね、私は山のイワシデがこういうのに近いのかなと思うんですけど、割とこういうね、ゴツゴツってこういうなるタイプと、あとは先ほどのまっすぐこう縦に出るあれがね、一般的に多いです。そうですよね。で、イワシデは実とか花とかないですね。葉物っていう葉物ですね。そうですね。なんか花でも咲くって話はありますけど、基本的に葉物で。だから紅葉、黄色っぽい感じですかね。そうですね。特徴だからね、幹肌がいいですね。白っぽい幹肌が。そうですね。だから甘樹の時と紅葉の時が見どころ。そうですね。若葉っていうか新緑の時も綺麗ですけどね。あと葉っぱもね、割とこうなんていうのかな、しっかりした楕円形のちっちゃい葉っぱなんで、すごく葉っぱも素敵なんですよね。で、こういう線が入ってて。なんかシデと似てますよね。イワシデだから。シデだからね。シデなんだ。そう。で、シデもいろいろあるって話だったんだ。赤シデ、青シデとか、クマシデとか。イワシデ。はい、戻りましょう。そういった秋でした。そういった秋でした。はい。戻ってきました。はい、戻ってきました。針金外しました。で、ちょっと長いのが、これがちょっと長いかな。はい。ちょっと切りますね。イワシデもなんかあんま売ってるの見ないけど、いや、最近少ないと思いますよ。結構ありましたよね。ちょっと昔はね、あったと思いますけど、なんかだいぶ減ったような気がしますね。あんまり売ってないよな。雑木の中だと結構好きな方。私も大好きなんです、実は。そうですか。この枝はちょっと抜いちゃいましょうか。出が悪いの。なんとなくわかります？この V の字の下から。そうですね。これ出て多分ほっといたんですよね。長いのを少し詰めたんで、ちょうどね、植え替えの時ってこういうふうに詰めるタイミングでもあるんで、先端の一目ぐらいずつはちょっと取ってもいいと思いますね。根を切るんで先端の方も少し追い込んどいて、葉っぱの量を減らすと、根の量も減らしても大丈夫みたいな。そういうことですね。ですね。はい。とカレーなんかも見つけたら抜いてって、
結構でこれなんかちょっと太ってますよね、こういうのはなんかすごい曲ついてますね、そこの枝。そこね、一生懸命針金かけたんですね、きっとね。多分都庁枝かなんかここにあって太っちゃったんで、これはもうこれまで煮込みます、はい、ここにちっちゃい芽があるんで、はい、これに立て替えていく。ここに立っちゃってますね。どんどん植え替えだっつってのにね、時間かかってしはいはい知らないですよね、Q さんね。これね、ここもうちょっと出が悪いですね。このマイナスっていうか、ここから出てるとここどんどん太っていっちゃうんで、これも抜いちゃいますね。はい、そうなんですよね。こういう剪定はね、葉が出る前にやれると、そう今はねやっとくといいですよね、見えなくなっちゃいますからね。これちょっと削りますね。今切ったところをそうですね、少しえぐって巻いた時にぽっこりしないように、ぽっこりしないようにですね。比較的肉巻きはいい方ですかね、イワシではね。ちょっと深めに削っちゃいますね、これ。はいにカットパスタ的な、そうですね、的なですね、何かわかんないですけど、カットパスタですね、的なものをつけてください。はい、これは焼け込み防止ですね、そこをどんどん焼き込んでいっちゃうんで、それこそうろみたいになっちゃうのかな。そうですね、ここもっときれいに取りたいね。なんか気になるといっぱい気になり出しますね、はい、これもおかしいですよね、上向いちゃってね。1個だけ抜いとくか。これも本当はちょっとまあいいか。気になり始めるとこれも取りましょう。ここね、股のところからね。いて間から出てるの切っていてなんか声が天からの声がよし、じゃあこれでいきましょう。はい、はい、雑木の植え替えは3月ぐらい。そうですね、3月ですね。もう今棚場見ると芽が少し動いてるやつもありましたから。そうですね、数多い人はもう2月ぐらいからそうですね、植え替え始めちゃってると思いますけど、これも前紹介したと思うんですけど、はい、比較的イワシでってこうがっちりしたタイプの木であって、これもそこそこ太い方の木なので、この鉢としてはちょうどいいと思います。これぐらいの深さが。深さ、はい、あんまり浅すぎず深すぎず。鉢の貝で言ってた、貝の言ってたやつですね。あれは勉強になりました。あれそうなんですよね。鉢そうなんですね。っていうかなんかいや私がいいなと思うのは、あんまり最近視聴回数がこれ鷹山ですね。鷹山。いや私が最近いいなっていう動画が伸びないという。そう不益流行の鉢合わせ。はい。詰まってます。こんなところまでね出ちゃって、これ、植え替えいつしたかとかは分かんないですね。これ買った木？買った木ですね。これ多分先輩のところにあったやつですね。これはちょっと見かけです。2つの網を、長いの1本でよかったんですけどなかったんで2つくっつけて網を止めると。網を止めます。これがあれですか、素早く植え替えるそうですね、もう多少とりあえず時間を気にしてでちょっとこの落下が見えるようにこう切っちゃうっていう、ちょっと意地汚い。これは止め方でもいいかもしれないですね。そう、止まればいいんですね。これ内側に寄せた方がやりやすいって感じですか？内側、で本当は一個一個やるんで、2個がこのハの字に、このハの字、こっちのハの字になるのが普通なんですけど、とりあえず1個で止まってりゃいいんですよね。そうか、今日はね早く植え替える方法ですよね。そうなんですね。時間がもうあと1時間で日が暮れるっていうだけなんでそれだけでちょっと焦ってる。夕日です。はい。ちょっと焦ってるっていうだけなんで、これもちょっと細いですけど、穴がちょっとちっちゃいんで、細いのにしました。はい。あんまり太いと今度水の通りが悪くなっちゃうんで。それは木を固定する針金。そうですね。木を固定する針金ですね。で一応大体この穴のところら辺にこう合わせて曲げといて、この字型に曲げといて、2箇所ですね。右側なら右側の穴と左側の穴と
で前お話ししたかもしれないですけど、このどうしてもこう外側に行く勘違いする人がいて、針金の差し込むところが外側にこう開くもんだから、外側にこう入れたくなるんですよ。網のですね。網の、そう網のとか穴のなんだけど、これはやがてこうやって縛っていくんで、内側に入れておかないと網がめくれ上がって土が出ちゃうっていう。なんで穴の内側に入れましょうと。始めたての方とかはね、上から初めての人もいれば、去年やったから1年経ってるから忘れちゃってる人もいるかも。忘れちゃう、そうですね、いますよね。こういう細かいところはね、そうですね、ありますね。僕なんかよく忘れます。ああこっちだったみたいになります。楽観が楽観見えなくなっちゃいました結局見えなくなっちゃうね。なんでまあいいです。正面はね、楽観で見てとかあるんですけど、こう綺麗な方を正面にした方がいいと思いますね。そうですね。こういうの癖があったりするんで、ということでこちらを正面で、ここまで準備してからこっちの根をさばくですね。これは木から外に向かって放射線状にやってきます。でないといい根を切っちゃうことがあるんでということですね。これをやっぱね、やっとかないと根が絡まっちゃったり。そうですね。粘りもね、粘り作っていくのもそうですよね。結構ありますよね。なんですか、足組んでるみたいなね。足組んじゃったのはダメですよね。ちょっとおしゃれですけどね。ちょっとねトレンディーではあれなんですね、ちょっとおしゃれな根してるね。あれ、なんか少しいい根が出てきたね。広がりが出てきましたね。今年は植え替え間に合いそうですか？そうですね、今年はやんないといけないんですけど、ちょっとね3月にフェスがあるんで、ちょっとそれが心配ですね。なるほど。これ高い位置にあるんで、こういうね、これは取っちゃいますね。少し臓器の場合は土を多く落としても大丈夫ですので、できるだけのできるだけというか取って粘りを確認してと。水で洗っちゃう人もね。そうですね。私なんかもやっちゃいますけどね。元気ですね。これぐるぐる回ってますもんね、根が。これでもまだそんなにパンパンじゃないですね。多分私の棚のやつの方がもっとパンパンですね。臓器は毎年植え替えた方がいいんでしょうか？若い木はね、毎年その、粘り作りのために植え替えるケースもありますけど、どうだろうな、3年、でもあれかな、鉢が小さいと、私なんかは本来毎年やらないとダメなんですけど、老木になってくるほどね、少し間を置くようにするんですね。これ土があんまり良くない、そうですね。ちょっと泥っぽい土なんで、ちょっと落としますね。洗っちゃうか。そうですね。切っちゃってね。これだけ渦巻いてるところですね。もう。去年でも1年でこんなになりますよね。なるかもしれないですね。どうだろう、半分までいかないかな。結構切りましたよね。下から出てるのはみんな切っちゃう。こっちはいらないですね。これね、落としたいですね。でもこれで植え替えすれば土がねだいぶ新しくなるんで、また元気になると思いますね。鉢は同じやつで、そうしたらこれは本当に一列。真ん中よりもちょっと右側にですね、左中なんで、この根も今こっち側に出てたんで、この根将来使えるいい根になりそうなんで、一応こっち側にまっすぐ下ろすように位置を持ってきました。いいんじゃないかな。これを針金で木の位置が決まる。そうですね。固定する。ここでちゃんと見といた方がいいですね。植え替えで一番大事なのは私はこの止めだと思ってますね。止めともう一つはもちろん土をたくさん入れるってことなんですけど、これがねグラグラしてて枯れるっていうのはよくあるんで、動いちゃうと。だからよく植え替えの講習会なんかでもやるんですけど、やっぱり最後にもう一回私がもう一回見るぐらい、これはちゃんとやらないと枯れる原因なんで、
しっかり固定させるっていう、はい、で安定したところでやっぱり根が伸びていくわけですね、あとは根をこうしまい込んでいく感じですかね、少しね。はい、どうだろう、私はイワシの場合は、ケヤキとかカエデほど根をさばかないかもしれないですね。あれぐらい多分やってもいいんですけど、いつもやってない気がしますね。本当に全部取っちゃったりするみたいな場合がありますもんね。そうそう、今までの動画をね見てもらえると分かるんですけど、ケヤキとかはもう本当に、もう板根の周りだけちょろちょろっと根をくっつけて、あともう全部水洗いして木の裏側は何もなくすぐらいまで、多分やってもいいんでしょうけど、でイワシでも丈夫ですからね、はい、ただ今までそんな風にあんまりやってないので、ちょっとあんまりうかつに言えないんですけど、多分大丈夫だと思いますけどね、だったらやれよって話ですよね。まあ植え替えで終わっちゃいますね。植え替え動画でいいんですよね。植え替え動画で鉢も変わんなかったな。鉢も変わんな、そうですね。鉢も変わんない。位置が変わった。位置が変わった。植え替えの目的の一つですね。植え替えの位置とか角度ね。でやっぱり根の更新ですね。はい。いやこの木良くなると思いますよ。これ、あんまりこうちっちゃくてね、曲のあるイワシだってないんで、でも手放しようかな、どうしようかなって。そう思ってますか。相場いくらぐらいなんだろうな今。分かんないですね。だから僕風のね、相場を知るために見に行ったんですけど、はい、まあこれ言うと怒られちゃうんだけど、結構いい値段してたんで、1万円ぐらいするんじゃないですか。これ1万円はすると思いますね。1万どんぐらいだろうな、2、3000円ぐらいかなって僕の感じ。どうですか。いいと思いますね。いいところですか。ちょっとまた出来上がりでね、よし、じゃあこれでもう一回これも苔を貼るということで、薄く細かいのをつけて苔が活着しやすくするために。そうですね、細かい土の方が苔が活着しやすいと、はい、最近 Q さんの言ってることを繰り返してるだけですよねあと私がこう言葉詰まった後に喋ってくれるっていうね、途中言いかけてほっぽらかしますもん私ね。いいですね。喋ってる途中でね、今日ねピタッと止まってね多分前回の、ね、動画だけどあ、そっかはい、よし、じゃあちょっと水やりをはい、いきましょう。土こぼれてないですか。ちょっとですこぼれた。じゃあ苔を向こうに。本当こぼれてるんじゃないですか、いっぱいちょっとですよ。じゃあ苔張りですね。あっという間ですね。あっという間でしたね。ちょっと動画の尺が心配になるぐらいそう喋りもね、心なしかちょっと早口で。そう、しかもあれですもんね、もう2本目の撮影じゃないですか。ああ、そうですね。ちょっと疲れてきてますもんね。疲れてますね。言葉数もそう苔はね、できるだけ薄い苔ですね、はい、こういう苔はね、実は結構こんもりしたんですね、こういうやつね。本当は薄いやつをできるだけ貼っていった方が、はい、イワシでもう初心者におすすめできる、おすすめできますね。丈夫ですね、イワシで。であんまり日苔は使わないです、臓器はね。そうですね、梅とかだったらね、いいと思いますね。渋いからね、これも周りは少し残していいですね。土が乾きが見えなくなっちゃうんで、はい、あっという間です、本当にね。あっという間ですね。30分ぐらいですか。30分もかかってないんじゃないですかね。はい、ということで植え替えが終わりました、はい、軽く剪定をして、ごめんなさい、これもうちょっと切っちゃおうかな、立ち上がってるし出が良くないんで、はい、この枝分かりの近いんですね、意外とね。はい、でもちょっと違うんでいいんですけど、それでも立っちゃってるんで、こう短く切っちゃって、やっぱ上下にある枝、そうですね、真上向いてるのとか真下向いてるのっていうのはあんまり、そうですね、いい見えだなんて言って、いい見えだなんて言って、いい見えだなんて、これもさっきどうしようかなって言って残したんですけど、やっぱり切っちゃいますね。ここにいい枝があって、その内側に細い枝出てるっていうのはおかしいんですよね。だからこっちに建て替えるんだったらいいんですね、こっちに切ってもね。ここに細かい枝分かれがあるんで、これを切っちゃうと。はい、
盆栽は二股で枝をですね。できます。ということですね。でこういうのも芽を残しておくとこれ伸びて今もうこれ太りかけてるんですね。はい、だからこういうのも取っちゃった方がいいですね。もみじなんかねこの時期いっぱいあると思うんでそういうやつが目出し前に見つけたらこういうところも取っちゃう、はい、将来枝にならない芽は取っちゃうということでいいと思いますね。はい、どうでしょうか。こんな感じで仕上がりました。正面変わってね、まず正面がねさっきこんな風だったのがこういう変わってですね、だいぶ間ができてね、間ができてで真ん中にもさらにこっちを入れてなおかつ空間も設けてるんで、非常にこうなんか流れがねここら辺のその間がいいんですよね。我々間っていうんですけど難しいんですけどねこういうところとかね。でも気になるのは1の枝が後ろ、まあこれがね1の枝でいいと思います。考え方として、考え方としてだからこれは将来的にはこれもっと後ろ短くこれ切っちゃって、裏枝がねちょっとまだ今成長してないんで、裏枝兼用してるんですよこれね。なんでこっちが伸ばしてるんですけど、まあこれが成長してくれば下ろしてって取っちゃう。そうそうこれ取っちゃってもいいし、でもまあこれは残しておきますからね。そうですね。だからこういうのもねあんまり1の枝とか順番にとかっていうんじゃなくてもいいと思います。それもなるほど、いろんな樹形があってそんなだってみんな同じっておかしいですしね。でもなんか気になるところで言うと、結構流れが強くなったから、1の枝って言ったところじゃなくて逆側、今裏枝の部分の方が結構幅があるのがちょっと気になるかもなって思ったり思わなかったり、そういう見方とかもあるのかなっていう。どうしよう、例えばじゃあこれなくしちゃったらどうかって。そうすると間延びしすぎてる気もしますね。やっぱりボリュームが少しないんですよね。そうですね。これで裏少しカバーしてボリュームつけてるんで、将来だからこれ少し伸ばしていって、先ほど言ったこれを裏枝が少し降りてくればこれが取っちゃうかもしれないですね。とかそういうのを考えながら作っていく感じですかね。盆栽の臓器とかも。あともう一つは、ちょっとこれ難しいんですけど、商品盆栽なんで下枝って結構あってもいい、でこれがないと割と大きい木に見えるっていうか、大木感があって商品盆栽だからあってこれに枝がついててもいいかなって。なるほど。商品盆栽は割とこう葉張りを作るんで、で少し大きい木だとすると中品とかだとこういうない方がまあ大きくなる見える。なんでまあ商品なんでつけといてもいいかなっていう気はしますね。なるほど。下の方にいっぱい葉っぱつけたいんでちょっとこうなんで大人びちゃうっていうか違うか、大人びちゃう、大人びちゃう、大きくなっちゃう。これまだ子供だっていうか商品盆栽ではばってていいんですよいっぱい。洗練されてくるとこれなくと少し大人びちゃうかなって。表現が違うかもしれない。なんか下ネタっぽく聞こえます、下ネタ私が言うとね大人びちゃう、大きくなっちゃう、大きくなっちゃう、そんなことってねまあそう中品とかね大品だとない作りになるかもしれません。商品なんで下は結構あってもいいかなって気がしますね。それこそよく言う前枝とかねあってもいいかなって。結構ちっちゃい盆栽だとなんとなくこのみたいなところもありますよね。枝の作り方ってなんとなく、とりあえずいっぱいつけとけっていう感じがあるんで、無理やりこっち持ってきちゃえみたいなとこもあったりするんで。そうなんですよね。だってここら辺なんか全部枝心拍なんかもね全部あったりしますもんね。もう幹が見えないね。だからまあこれもボリュームあっていいんじゃないですかねこの大きさで。そうですね。これどれぐらいなんだろう。10センチぐらい、12ぐらい、12センチぐらいですかね。まあなかなかいいと思いますよ。この辺の足元がそうですね。面白くて。かつまあこういうちょっと太めのイワシでとか、あんまり今見ないのでお店で。そうですね。こういうのが売ってくれる人がいたらいいんですけどね。ちょっと考えます。とりあえずフェスはいっぱい物を並べたいので、昼間盆栽フェスは来ていただいて、じゃあ細かく説明は今回なしにしたいんで、パッとこれポイントでそこが最近いやいいですよ上からで。
これがね紫図章って言って葉のちょっと肉厚の厚いやつ。これは販売するものと販売するもんですね、はい。これが、ね、ここにあるじゃないですか。これがいいんですよ、真弓。これがね、私ね意外とこれ細いんだけど、良さそうな。これも真弓なんですね。だけど私はこっちの方が好き。ちょっと粘りもねやったら良くなって出てきたんで、8話はね A 話っていうやつのまあまあいいはずなんで、こういうものも販売予定です。あ、イワシでこれもこれは絶対出します。そうですよね。イワシで5000円かな。おお、安いんじゃないですか。安いです。だって安くないとね、また意味ないっていうか、そうまた来年やるかどうかわかんないですけど、そうですね。広間さんの言ってもね、物がない高いって言われちゃうと嫌なんで、あ、これは紅茶木のこれちょっとツイッターでもやったんですけど、先輩、あ、これじゃない、これ紅茶木じゃない、これ紅茶木で。先輩が針金かけたよって言って銅線でかかってますんでちょっと銅線かけて針金かけてたよっていうことなんで、はい、これもお安く、はい、紅茶木っていうのかな、紅茶木の中でも本当に姫章の波長短い。はい。でこの辺があれですね、ワークショップのやつ。そうそう、あ、これがね、ちなみにですけどワークショップで、日本で私が1本作ったやつ。これ 4.5 センチ。これ一番でかいやつを、一番太いからこれぐらいかな。ただ太いのはあんまりおすすめしない。これがこうなったんですか。そう。これの方法をもう徹底的に教えちゃうと。はい。でもあれですね、ワークショップ参加してなくても当日来れば聞けちゃうわけですよね。聞けちゃうんですね。それ困っちゃうなと思うんだけど。でもまあなんかね、こういう販売物を購入してくれれば、まあいただいても結構なんで、はい。この辺はね、前のフェスの新藤さんの残りのやつが結構あるんで、これも新藤さんもなんか出すんですか。出しますね。ちょっとカゴ1個か2個かって言ってましたけど、あとは赤松のこの辺の多分国風の売店でご覧になった方もあると思うんですけど、赤松ですね。大野さんが1000円で売ってたっていうことなんで1000円で、はい。あとこの辺いっちゃいます。いっちゃいますか。いっちゃいます。あれこれ裏のやつだ。ダメだ。これ裏のやつ。裏のやつも売ろうとしてると思った。危ない。これは裏のやつ。でもそうですね。こんなのとか。欅もある。欅ありますよ。欅これいいですよ。これね。これ植え替えすればよかったな。確かに。これいいですよ。これとあと実はね、将来良くなるやつがこの辺にあるんですよ。実は。これ良くなりますよね。これね。これも10個ぐらいあるのかな。根はその辺もやってあるんですか。根の処理。根は分かんない。そこは正直、多くのはやってるんですよね。最初のあれは植え替えてるからやってると思いますね。それを結構そんなとこかな。欅はね、そこやってあるかやってないかは見えにくいけど大事ですよね。そうですね。あと長寿梅かな、この辺の。とか。あとこんなのもちょっとピンキリで石灰ヒノキはまっすぐなんで。これ出しますこれ。あとね話が突然変わる。この辺の黒松もいくつかちょっと畳んでるというか。そうですね。曲げてるやつ。黒松もいくつか出します。山商品はでも心拍かな。動画でやったね。これですよね。これ。はい。これも出しちゃいますんで。どうかの木が。そうですよね。自分の手元に。昼間さんと写真も撮れちゃうかもしれない。握手もできちゃう。ハグまで。女性は OK と。女性は OK。男性はハグは NG で。これピンキリで一番安いのは500円かな。この辺のね、石灰ヒノキ。長寿梅。ということでお待ちしてますんで。こういうのを販売してるのが3月22日。そうですね。ということで9時から待ってますんで、22日はいずれにしても1日盆栽で楽しんじゃおうという日にしたいと思いますんで、ちょっとお茶飲むだけでも言っていいんですか。そうですね。料理の上手な親子
と美味しいコーヒーとかいろいろ用意してます。じゃあお昼食べれるってこと？そうそう、お昼ランチを食べるもすごい大盛況で美味しかったって。美味しかったんですね。ということでそれは20日の話で、今日はイワシでした。そうでしたね。はい、ということで参考になればということで、いいねと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いしたいと思います。はい、もう一回言っときます。盆栽新世紀じゃないんですよね。新世界、新世紀だ。新世紀ですね。新世紀、はい。も募集してます。賞金10万円。10万円ですね。はい、私のポケットマネーです。はい。すごい。出してください。はい、盛り上げてください、皆さん。はい、盆栽業界。楽しみましょう。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。わけで。言うの忘れました。私の棚から引っ張り出してきた最後の長寿梅、この間植え替えしたんですけど、これなんかツイッターかなんかでも見たか。そうそう、ツイッターでもやってました。これだって超ミニですよ、これ。図書。本当だ。これも出しちゃおうかなと思って、この辺のやつを。はい。あとこれも動画でというか、なんか大野さんのとこで、なんだっけそれ。この間買ったやつですね。まあこんなやつを飯沼さん棚から直撮りですね。直撮りで、これもいい。これ昼間イズムのこんなやつがなんですか。なんだかわかんない。楓かな。新藤さんに聞かないとわかんない。こういったものもありますんで。これバラね。超ミニ。はい、以上です。皆さん遊びに来てください。はい、お願いします。はい。